はいどうも、岸田模型です。長谷川24分の1、マツダ RX-7、79年デイトナ24時間レース仕様の製作。今回はシャーシの製作を行います。シャーシの製作、まずは仮組みして車高などのバランスを見ていきます。完成見本を見ると、どうも特にリアタイヤの収まり塩梅が悪いように見えるので、その辺の調整が必要かなと思います。で、仮組みしてボディを合わせてみたところ、どうもですね、オーバーフェンダーの取り付け位置が後ろ側になっちゃってて、タイヤが妙に前側に寄って見えます。まずはタイヤの取り付け位置を無理やり後ろ側にずらして自然に見えるように調整します。車高もリアフェンダーとタイヤの間がありすぎてかっこ悪いですね。フロントはまあまあいい感じですが、ここら辺も調整していこうと思います。タイヤの位置を少し後ろ側へずらします。リアは約 2mm ほど後ろへリアアクスル全体をずらします。取り付け用の穴を U 字型に削って位置をずらせるようにしておきます。2mm ほど後ろ側に仮止めして一旦様子を見てみます。いい感じに見えますね。固定位置をマーキングしてサスペンションの付け根にプラ板を貼っておいて、これを取り付け位置のガイドとします。続いてフロントはリアほどではないですが 1mm くらい後ろにずらしておきます。ロアームの取り付け穴の後ろ側をカットします。そしてシャーシ側のサスペンションがはまる穴も後ろ側へ拡大しておきます。これで一旦また仮組みしてタイヤの位置を確認してみます。いいんじゃないでしょうか。前後ろともに違和感がなくなりました。リアのオーバーフェンダーはこれ以上前につけるのは厳しそうですが、フェンダーつけるときはシャーシを仮組みしてタイヤの位置を確認しながらやった方がいいですね。タイヤの位置が調整できたので、次は車高を調整していきます。以前の動画でも紹介しましたが、このキットは簡単に車高の変更ができます。まずは気になるリア側から加工していきます。今回は 1mm 車高を落としてみます。タイヤとフェンダーのクリアランスもちょうどいい塩梅だと思います。しかし当然ながらですね、前上がりになっててちょっとかっこ悪いなと思います。ということでフロント側も 1mm 車高を落とします。車高を落とす加工については前に作ったストリート仕様と全く一緒です。そちらの動画もご覧ください。確認のために仮組みしてみます。いいですね。車高が少し落ちてかっこよくなりました。足回りの調整も終わったので、各部品を塗装して組み立てていきます。排気管は出口が左右分割になっているので合わせ目を消しておきます。内側はリューターで合わせ目を消すついでに出口の縁を削って薄くしておきます。ホイールと排気管は艶ありの黒で下塗りしておきました。シャーシを塗装します。排気管は8番のシルバーで塗装。燃料タンクもマスキングしてシルバーで塗装しました。ブレーキローター、キャリパーはエナメル塗料で筆塗りしています。塗装が終わったパーツを組み立てていきますが、ここで問題発生です。リアアクスルの位置を変更したり車高とした関係でホーシングと排気管が干渉してはまりません。仕方がないのでホーシングの一部を削って無理やり取り付けました。シャーシの組み立てが終わりましたのでホイールを塗装します。スポークとリムで色が違うのでスポークから塗装していきます。ここは説明書の指定通りシルバーと黒鉄色を半々の色で塗装します。サークルカッターでテープを切り抜いてスポークの部分をマスキングしてリムを塗装します。リムはスーパークロームシルバー2で塗装します。
フロントのホイールのみセンターキャップがついています。そこをこのタミヤエナメルのチタンシルバーで塗装します。タイヤをはめてデカールを貼ります。ホイールをマスキングして艶消しクリアを軽く拭いておきます。これでタイヤホイールも出来上がりということで、一旦シャーシとボディを組み合わせてみましょう。タイヤの位置もビシッと決まってかっこよくなったかなと思います。実車の方はもう昔の、しかも市販車ベースのレーシングカーなので、写真を見るとそんなに車高は低くありませんが、模型的な見てくれは車高を少し落とした方がかっこいいですよね。ちょっと気になってたリアタイヤの収まり具合もいい感じになったかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回。